ここに一枚の写真がある。一組の若い夫婦の姿である。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーになった瞬間、一気に現実味が増す。夫派谷藤哲夫、22歳の陸軍の少尉である。妻は麻子、夫より2つ年上だったと伝えられる。結婚してまだ間もない2人だった。そしてこの若い夫婦は玉音放送の4日後に2人一緒にこの世を去った。戦争は終わっていた。生きて帰れるはずだった。だが昭和20年8月19日、満州の大古山飛行場で夫派爆弾を積んだ97式戦闘機の操縦席に座り、妻はその後部座席に乗り込んだ。大東亜戦争最後の特攻、信州不滅特別攻を撃退。妻と共に突入した特攻機はこの1機しか知られていない。なぜ終わったはずの戦争でこの2人は死ななければならなかったのか。実は8月15日の玉音放送の後も空の戦争は終わっていなかった。15日の朝には最後のドッグファイトがあり、18日の東京上空では日本軍最後の空戦が戦われ、そして19日、あの夫婦の特攻機が飛び立った。終わったはずの戦争がまだ命を奪い続けた5日間。その空白の中で死んでいった先人たちの悲しい記録である。あの夫婦に何が起きたのかはこの動画の終盤で詳しく語る。まずは8月15日の朝から5日間を順に辿っていこう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。まずこの動画の舞台となる奇妙な数日間の仕組みを説明しておきたい。昭和20年8月15日正午、玉音放送がポツダム宣言の受諾を国民に詰めた。だがここに重大な事実がある。玉音放送は軍への停戦命令ではない。戦争終結の告知である。軍隊は命令によって動く組織だ。大本営から正式な停戦命令が出たのは翌16日。しかもその命令には正し書きがついていた。自衛のためのやむを得ない戦闘は除く。さらに武装解除が完了するまでにはまだ日数がある。つまり8月15日から数日の間、日本の空には命令の空白が存在した。前線の搭乗員たちにとって問題は単純だった。今敵機が上空に来たらどうするのか。降伏したのだから見送るのか、それとも自衛の名のもとに迎え撃つのか。答えは部隊ごとに人ごとに違った。そしてその判断の違いがこれから語るいくつもの戦闘を生むことになる。なおこの停戦をめぐる伝聞の懇談は陸軍の伝聞30選の動画で詳しく語っている。8月15日の朝は実は米軍最後の対日空襲の朝でもあった。玉音放送の数時間前、関東沖の米機動部隊から関西機の攻撃隊が発艦している。その中に空母ヨークタウンの戦闘機体 VF88 の6機がいた。このヨークタウンは2代目である。初代はミッドウェー海戦で沈み、その名を継いだ空母だった。ミッドウェーで始まった日米空母戦の系譜がこの朝最後の任務を飛んでいたことになる。上機はグラマン F6F ヘルキャット、指揮官はハリソン隊 E である。目標は厚木飛行場だが、目標へ向かう途中、彼らの無線に突然の指令が飛び込んできた。日本は降伏した。すべての攻撃行動を直ちに停止せよ。戦争が終わったのである。6機のヘルキャットは
攻撃を中止した。抱えていたロケット弾を洋上に捨て、母艦へ帰り始めた。搭乗員たちの胸にあったのは安堵だったろう。生きて戦争を終えた。あとは母艦に降りて故郷へ帰るだけである。だが、その帰り道の空に日本の戦闘機が待っていた。飛行中の VF88 の編隊を日本の戦闘機隊が捕捉した。厚木の第302航空隊と茂原基地の戦闘機隊、大電とゼロ戦、合わせて十数機である。302空は本土防空の要として B29 の編隊を相手に戦い続けてきた首都の守りの部隊だった。夜も昼も劣勢を承知で首都の空に上がり続けた男たちである。ここで時系列を確認してほしい。この空戦が起きたのは8月15日の朝。玉音放送は正午である。つまり日本側の搭乗員にとってこの時はまだ戦争のただ中だった。本土に敵機が迫れば上がって迎え撃つ。彼らは開戦以来変わらない任務をこの朝も果たしただけである。断戦の末、VF88 の6機のうち4機が帰らなかった。ハリソン大尉、ホップス少尉、マンデバーグ少尉、サルロフ中尉、この4人が第二次世界大戦の空中戦で死んだ。最後のアメリカ人とされている。一方、生き残った米側の搭乗員は9機の撃墜を報告し、日本側の記録とは大きく食い違っている。最後の空戦の戦果は確かめようがないままである。戦争の最後の朝まで首都の空を守って戦った男たちがいた。その事実をまず覚えておいてほしい。朝に空戦のあった8月15日は夜にもまだ終わっていなかった。大分基地第5航空艦隊の長官宇垣まとめ海軍中将が玉音放送の後、水星艦爆11機とともに沖縄へ出撃した。最後の特攻である。出撃直前の宇垣の姿は実際の写真に残されている。中鶴大ら若い搭乗員たちを道連れにしたこの出撃は戦後今日まで賛否の議論を呼び続けている。その経緯と評価については宇垣まとめの動画で丸ごと1本かけて語っている。ここでは一つの事実だけを置いておく。8月15日という一日は朝に空中戦があり夜に特攻があった日である。玉音放送を境に全てが止まったのではない。空の戦争はまだら模様のまま続いていた。そして翌々日、東京の空に見慣れない巨大な機影が現れる。B32 ドミネーター。日本を焼いた B29 の影に隠れたもう一つの4発巨人機である。ドミネーターとは支配者の意味。 B29 の開発が失敗した時の保険として作られた機体だった。だが B29 は成功し B32 は量産わずか100機余りで戦争が終わってしまう。実戦参加の機会もほとんどない悲運の爆撃機である。その悲運の機体に終戦直後歴史に残る任務が回ってきた。爆撃ではない写真偵察である。日本は本当に降伏したのか、停戦は本当に守られているのか、それを上空から確認するため沖縄の B32 部隊に関東への偵察飛行が命じられたのである。考えてみれば奇妙な任務だった。戦争が終わったことを確かめるための飛行だが、思い出してほしい。日本の空にはまだ命令の空白が残っていた。そして武装解除前の空に短期で入っていくことが何を意味するのか、米軍はまだ知らなかったのである。8月17日、関東上空に飛来した B32 の編隊は地上からの対空砲火と日本戦闘機の攻撃を受けた。機体は損傷し、乗員に負傷者を出しながら沖縄へ帰投する。米側は降伏したはずの国から撃たれたと受け止めた。だがこの日の日本側は終戦を知らなかったわけではない。ではなぜ撃ったのか。理由は3つ重なっていた。
一つ目は命令である。16日の停戦命令には、自衛の戦闘は除くという正し書きがついており、降伏文書の調印までは法的に戦争は終わっていなかった。二つ目は体制である。防空部隊の警戒を解く命令はまだ末端まで行き渡っておらず、関東の防空体制はこの日も生きていた。警戒レーダーに未確認機が映れば迎撃機が上がる。その仕組みがそのまま動いていたのである。三つ目は混乱である。厚木では302空の小園康司令が徹底抗戦を唱え、基地全体が騒然としていた。世に言う厚木航空大事件である。つまりこの空域は命令系統そのものが乱れていた。そこへ通告もなく軍用機が短期で入ってくれば、自衛の名のもとに撃たれるのは避けがたいことだった。武装解除前の空を黙って明け渡すわけにはいかない。それが現場の搭乗員たちの感覚だったのである。そして米軍は翌日、同じ空域へ再び B32 を送り込む決定をする。偵察の続行が必要だと判断したのである。8月18日、この日の東京上空が日本軍最後の空戦の舞台になる。8月18日昼、B32、2機が再び関東上空に入った。これを迎え撃ったのが横須賀航空隊である。海軍航空の総本山と呼ばれた名門部隊だ。紫電海とゼロ戦、大電。発進した機数は十数機とされる。この空戦には有名な搭乗員たちの名前が語られている。歴戦の撃墜王、酒井三郎。同じく歴戦の小町貞務、大原良二。酒井三郎は戦後の回想でこの日の出撃を詳しく語り、その記録は広く読まれてきた。だが正直に言っておきたい。この8月18日の空戦は参加した機数も顔ぶれも発進の経緯も当事者の証言が食い違ったままなのである。発進は上の命令だったのか、それとも搭乗員たちの独断だったのか。飛んだ側の思いを酒井三郎は後年こう語っている。降伏文書はまだ調印されていない。武装解除も済んでいない。ならば日本の空を守るのは軍人として当然だという趣旨である。停戦下の出撃という微妙さゆえに公式の記録は残されず、証言だけが80年食い違い続けてきた。酒井三郎という人物の証言をめぐる問題は酒井三郎の動画でも詳しく語っている。確かなことはこうである。日本の戦闘機が B32 を攻撃し、一気に深い損傷を与えた。そしてこの交戦を最後に日本軍の戦闘機が敵機を撃った記録は途絶える。これが日本軍最後の空戦だった。攻撃を受けた B32 の機内に一人の若い兵士が乗っていた。アンソニー・マルキオーネ軍曹。ペンシルベニア州ポッツタウンの町から来た19歳の写真助手である。イタリア系移民の家に育ち、音楽が好きなごく普通の若者だったと伝えられる。彼の任務はカメラの補助、日本の停戦を確認する写真を撮ることだった。日本機の銃撃が機体を貫いた時、タマハ、マルキオーネの体を捉えた。仲間の腕の中で彼は息を引き取ったという。太平洋の上、沖縄への帰り道であった。アンソニー・マルキオーネ、19歳。第二次世界大戦で戦死した最後の米軍航空兵である。戦争が終わったことを確認するための飛行で、彼は戦争最後の犠牲者の一人になった。これほどの皮肉があるだろうか。ペンシルベニアの両親のもとに遺体が帰り、小さな町は最後の戦死者を悼んだ。敵のそばにもまた終わりの空で死んだ若者がいた。その名前だけをここに記しておく。B32 への攻撃は重大な結果を招いた。連合軍は日本側に厳重な措置を要求する。日本本土のすべての軍用機からプロペラを取り外せ。言葉による停戦命令ではもう信用できない。ならば物理的に飛べなくする。それが連合軍の答えだった。日本側は
この要求を受け入れた。全国の飛行場で作業が始まる。ゼロ戦から試電階から雷電から1枚また1枚とプロペラが外されていった。飛行場の芝の上にプロペラのない機体が何百と並んだ。その光景を撮影した写真が今も残っている。つい数日前まで空を飛んでいた翼のこれが終わりの姿だった。日本の空の武装解除は命令書ではなく工具によって完了したのである。こうして本土の空は静かになった。だが海の向こうの満州ではまだ終わっていなかった。そしてその満州の空の下に冒頭の写真のあの夫婦がいたのである。部隊を大陸に移す。8月9日未明にソ連軍が侵攻を始めた満州では玉音放送の後も戦闘が止まっていなかった。ソ連軍の戦車部隊は8月15日を過ぎても進撃を続け、各地で関東軍との戦闘が続いている。そして戦火の中を日本人居留民たちが南へ南へと逃げていた。列車に乗れた者はまだ幸運で、多くは徒歩で子供の手を引いて歩いた。この満州の悲劇はソ連参戦の動画で詳しく語っている。関東軍とソ連軍の停戦交渉がようやく行われたのは8月19日。この後語る最後の特攻と同じ日のことである。それまでの数日間、満州の前線には本土以上に深刻な命令の空白があった。守るべき居留民が目の前にいる。攻めてくる戦車が目の前にいる。その状況で停戦を告げる放送だけが届いても、翼を持つ者たちは簡単には降りられなかった。満州南部大古山飛行場、ここに若い搭乗員たちの一隊がいた。彼らがこの動画の最後の主役である。8月19日午後2時頃、満州の大古山飛行場から旧式の97式戦闘機が飛び立った。その数11機とされる。機体には爆弾がくくりつけられていた。目標は前日に偵察してあったソ連軍の戦車軍。彼らは自らをこう名乗った。信州不滅特別攻撃隊。大東亜戦争最後の特攻である。重要なのはこれが命令ではなかったことだ。終戦の決定は彼らにも伝わっていた。その上で若い搭乗員たちは志願した。理由はいくつも語られている。進撃を続けるソ連軍への抵抗、逃げる居留民たちを少しでも守るため、そして大切に整備してきた機体を敵にそのまま引き渡すことへの拒絶。11機のうち1機は離陸に失敗して墜落し、1機はエンジンの不調で不時着した。残る9機がソ連軍の戦車軍へ向かい、突入して帰らなかった。玉音放送から4日のことである。そしてこの9機の中の1機に歴史上他に例のない搭乗者が乗っていた。突入した9機のうちの1機、その狭い機体には2人の人間が乗っていた。操縦席に夫、後部座席に妻。この動画の冒頭でお見せしたあの写真の2人である。夫の姉は谷藤哲夫少尉。満州で若い搭乗員を鍛える教官だった。自分の教え子たちを次々と特攻へ送り出してきた男である。その谷藤哲夫が最後は自分自身の教え子と同じ道を選んだ。後部座席に乗っていたのは妻の麻子。谷藤哲夫と麻子は結婚してまだ間もない新婚で、相思相愛の仲睦まじい夫婦だったと伝えられる。敗戦で日本本土へ帰る道は閉ざされ、満州にはソ連軍が迫っていた。出撃の朝、谷藤哲夫は特攻服に身を包み、麻子は真っ白なワンピースを着ていたという。夫の出撃を知った麻子はどうしても一緒に連れて行ってほしいと願い、谷藤哲夫も周囲も最後にはそれを受け入れたと伝えられる。そして若い女性を乗せた機は谷藤機だけではなかった。別の一機には大倉巌少尉が乗り、その後部座席には許嫁の女性がいたと伝えられる。昭和20年8月19日の午後、
谷藤哲夫と麻子は97式戦闘機の狭い機内に身を寄せ合って乗り込み、大虎山の飛行場から飛び立った。目標は赤峰の近くまで進んできたソ連軍の戦車軍。二人を乗せた特攻機はその戦車の群れへ突入し、谷藤哲夫も麻子も二度と帰らなかった。谷藤哲夫たちの信州不滅特別攻撃隊は一つの言葉を残している。国破れて三がなし、生きて甲斐なき命なら、死して五国の鬼たらむ。国は破れ、守るべき三がさえ、もう自分たちの手には残っていない。生きていても甲斐のない命であるならば、いっそ死んで、この国を守る鬼となろう。満州の空に消えた若者たちが最後に信じたのは、その一年だった。妻を乗せて飛んだこの特攻の物語は、戦後、長い間歴史の陰に隠されていた。遺族と生き残った戦友たちの証言によって、ようやく掘り起こされ、妻と飛んだ特攻兵という一冊の本にまとめられて、世に知られることになった。珍獣不滅特別攻撃隊の物語には重い後日談がある。戦後、彼らは長い間正式な戦死者として認められなかった。理由はこうである。停戦命令の後の独断の出撃、つまり軍規違反であると。国のためにと死んだ若者たちが、その死に方ゆえに死者の列に加えてもらえなかった。遺族たちの長い戦後が始まった。それが変わったのは昭和42年、戦後22年が経って、ようやく東京世田谷観音に慰霊碑が建立され、隊員たちは戦死者として遇されることになった。信州不滅特別攻撃隊の碑には隊員たちの名が刻まれている。思い出してほしい。同じ終戦後の戦闘で死んだあのマルキオーネ軍曹はすぐに故郷で最後の戦死者として弔われた。一方、日本の最後の特攻隊員たちは認められるまでに22年かかった。最後に死んだ者たちが最後まで認められなかったのである。8月の下旬、日本の空から戦闘の音が消えた。飛行場にはプロペラを外された機体が並び、空を飛ぶことを許されたのは白く塗られ緑の十字を描いた丸腰の連絡機だけになった。緑十字機である。降伏の施設を運び、停戦の連絡に飛んだこの白い翼の物語や別の動画で詳しく語っている。そして8月28日、厚木飛行場に米軍の先遣隊が到着した。かつてライデンが迎撃に飛び立ったあの厚木である。2日のとにはマッカーサーが同じ厚木に降り立ち、コーンパイプを加えたあの写真が撮られることになる。日本の空の戦争はこの時本当に終わったのである。8月15日の玉音放送から13日が経っていた。その13日の間に空で死んだ人々のことを私たちはほとんど知らないまま80年余りを過ごしてきた。8月15日は戦争の終わった日ではなく、終わりの始まりの日だった。停戦命令の空白の5日間に日本の空ではまだ人が死んでいた。玉音放送の朝まで首都の空を守って戦った302空の搭乗員たち、武装解除前の空を明け渡さなかった横須賀航空隊の男たち、そして満州の空に消えた信州不滅特別攻撃隊の隊員たちと谷藤麻子夫人。彼らは戦争の終わり方が定まらない空白の中で最後の最後まで守るべきものを守ろうとした先人たちである。その彼らが名乗った信州不滅という言葉の意味を最後に解説しておきたい。信州とは神々の国、古くから伝わる日本という国の誇りある呼び名である。不滅とは滅びないこと。信州不滅。たとえ戦争に敗れても日本という国は決して滅びない。それは攻撃隊の名前である前に敗れゆく祖国の未来を信じた若者たちの祈りだったのである。そしてその祈りの通り日本は滅びなかった。今私たちが暮らしているこの平和な日本は
最後の一日まで血を流して先人たちが守り抜いた国である。海の向こうにもマルキオーネ軍曹のように終わりの空で死んだ若者がいた。そのことも静かに心に留めながら、この動画は日本の空を守り続けた先人たちに祈りを捧げたい。ゆかりの場所は今も訪ねることができる。東京世田谷観音の信州不滅と区別攻撃隊の日、そして厚木や横須賀の空は今も頭上に広がっている。終戦から間もなく81年、私たちが8月15日に思い出すべきなのは、その日で終わらなかった戦争があったことかもしれない。私たち日本人は最後の最後まで日本の空を守って戦った先人たちのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。